こんにちは、あいです。今日は PW さんのスーパージュニアビスタミニ、そしておなじみのスーパーリッサムスノープリンセス、この2つを使って寄せ植えします。寄せ植えというよりももうこの2つのみの植え込みとなりますが、ちょっと変わった植え方でやってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただければと思います。今日使うスーパーリッサムは、表記があるように幅が60センチぐらい、かなり、ボリュームが出て大きく育つタイプのアリッサムになります。そしてちょっと私が悪いんですけれども、苗が届いてからちょっと植え込みする時間等がなくて、かなりもう伸びている状態です。お花が先端にしかついていないので、お花の数も少なく、今伸びした状態ですね。まさにそんな感じになっていますので、今日は切り戻しをしてみたいと思います。そして、スーパージュニアビスタミニ、こちらもですね同様に70センチ、かなりの幅で、大きくなってきます。ですので今日は寄せ植えというよりもこの2つを組み合わせてちょっと大きく育ててみたいなと思っています。用意した鉢はこんな感じです。今日はこういったものを使います。鳥かごですね。こちらの容器に植え込みをしてみたいと思います。はい、使う材料はこういう感じですね。ココヤシファイバー、それからセロファン、ハサミと穴あけですね。これを使ってみたいと思います。このままだともちろん土が抜けてしまいますので、ココヤシファイバーをお店から買ってきたもの、少し広げて中にまずは敷きます。あんまり上まで敷き詰めないで、半分ぐらいのあたりまでココヤシファイバー使っています。こんな感じですね。続いてこのままだと、土が抜けやすくなっています。また排水性もかなり良くなってしまいますので、水持ちが悪くなってしまいます。夏場なんかは特に水持ちが悪くなってしまいます。ですのでセロハンを用意しました。今家にあるビニールシート、ビニール袋、スーパーのビニール袋とかそういったものでもいいんですけれども、こちらのセロファンに、穴を開けて、要は排水性確保ですね。排水性確保のために穴を開けて準備しておきます。割と多めに開けておきますかね。どこから水が抜けるかわからないので。そして穴を開けたセロファンを中に敷きます。穴が開いたセロファンをココヤシを敷いた上に引き詰めます。これはもちろん土が抜けないためにやる作業です。水はけがかなりいいですので、鉢底石は入れずに直接土を入れます。土は草花用の培養土です。こんな感じで打っていきます。それでは植物を2株入れていきます。まずペチュニアですね。ペチュニア終わっている花柄カットしておきます。手で切ってもいいと思いますけれども、茎が折れないようにハサミを使ってカットしていきます。それではペチュニアの植え付けをします。苗が届いてからかなり時間が経ってしまったので、結構根っこが張っている状態になっています。まずは底の根を切り取ります。肩の土も軽く落として、下の方で古くなっている葉っぱ、混み合っているところは取り除いておきます。それでは先ほどのカゴの中に入れます。せっかくこの隙間があるので、こういったところをうまく利用しながら茎からペチュニアを出していきます。続いてスーパーリッサムスノープリンセスを入れていきます。かなり全体的に伸びている感じになっていますので、切り戻しの作業をしていきます。茎が伸びている下の部分で全体的に半分ぐらいの位置でカットします。お花がなくなってしまいますけれども、またすぐに咲いてきますので、あっさりとカットします。暑くなると少し咲かないかもしれないですが、長く秋まで楽しむと思ってカットしています。このままだと先端にしかお花が
つかないので、どうしても形がいびつになってしまいますので、伸びてきたらカットして切り戻しの作業をすることが大事になってきます。こういったところの下の方の黄色い葉っぱも取り除きます。こんな感じですね。短めにカットしています。スイートリッサムの草丈が、だいたい2、30センチとなっています。ペチュニアが3、40センチ伸びて、こちらが2、30センチなので、後方に入れてしまうと、あんまり見えなくなってしまうかなと思うので、さっき入れたペチュニアの手前に配置します。苗を同様に根がしっかり回っていますので、少し広げて回っているところは切り取っておきます。さっき入れたペチュニア少しずらしてその手前に入れます。スイートリッサムもいっぱいお花咲きますので、この間から出てくるといいなと思います。こんな感じですね。植物が入れ終わりましたので、今度は、間に土を足していきます。セロファンを敷いていますので、セロファンの範囲まで入れていくような感じです。もしも、抜けてるような部分があったら、こういう感じでまたセロファンの脇にこれシファイバーをもう一回追加して、この脇をまた埋めていきます。後ろ側もですね。また出過ぎたセロファンはハサミで切り取っておきます。形を整えながら土もしっかりと入れていきます。簡単ですが、こんな感じで鳥かごの植え付け完成しました。これからまたペチュニアやスイートリッサムの花がどんどん咲いていく様子も適宜アップしていきたいと思います。ペチュニアの切り戻しの作業も行いたいと思いますので、また次回以降もぜひご覧いただければと思います。それでは本日もご覧くださりありがとうございます。